MA です。今日はですね、フィギュアをね、塗っていきたいと思います。で、何のフィギュア塗ろうかなってなるじゃないですか。どうしようかなって思った時に、今春じゃんって思ったんですよね。最近ね、私ね、お花見に行ったんですよ。で、その時に、春にちなんだフィギュアってなんかねえかなと思ったんですよ。で、それで考えてたら、とあるフィギュアが思いつきましたと。じゃあそちらをね、塗っていきたいと思ったので、早速、どのフィギュアかって言いますと、じゃじゃん、こちらでございます。はい。これはね、ワンピースのゾロのゾロ十郎ですね。ワノ国編の。これは SMSP シリーズのゾロなんだけど、このフィギュアは結構知ってる方も多いんじゃないですか？そうだね。今回のさ、そのゾロのフィギュアをさ、どういう風にこう塗っていきたいっていう感じなの？今回のゾロはね、これ白黒じゃないですか。だから白黒ってところはちょっとポイントなんだけど、線を生かしてこの白黒のゾロ十郎をパワーアップさせて塗っていきたいなと思ってるんですよね。ヒロアカのかっちゃんでもさ、やってたような感じかな。あれは秋葉に引きに行って白黒が当たったからそれを生かして塗るって感じでやったと思うの。で、さっきさ、春だから思いついたって言ったじゃないですか。なんでかっていうと、ここね、じゃじゃじゃん。このフィギュアはね、この支えになってるこれに見てよ、綺麗にさ、桜がね彫られてるんですよ。彫られてるっていうか、ついてるついてる彫られてる。そういうこと。桜がアクセントになってるのね。連想したってことね。そうでさ、この桜をピンク色とかにすることによって多分めっちゃ綺麗なアクセントになると思うんですよ。私モノクロに若干カラーをアクセントで入れるっていうのを前ねずこちゃんとかを白黒で塗った時にもすごくやったんだけど、良かったから、今回はだからかっちゃんにはなかったんだね。かっちゃんでやらなかったけど、今回のゾロ十郎はピンク色でアクセントも入れたいなって思ってます。なるほどね。じゃあ今多分片栗を塗ってんのかな。塗ってる片栗を塗ってるんだけど、春っていうことで桜を連想して、そこからちょっと漫画風に塗りたいなっていう気が起きて、 SMSP のゾロじゃあ塗ろうかなっていう感じの流れになったってこと？そうなの。もうちょっと足すとは言ってなかったんだけど、片栗じゃん。片栗ワンピースやん。でまた見返してたよね。そしたらさ、やっぱワンピースもうちょっと塗りたいなってなっちゃってさ、せっかくだから今ワンピースに出てはさ、ワンピース欲もまたさらに高まってるところでありますから、ちょうどいいじゃんと思ったんですよ。ゾロワンピースでしょ。なるほどね。っていうことですよ。でさ、もう一個今回さ、かっちゃんの時もやらなかったやり方でやりたいことがあってさ、それがね、今これ全くこの何にももちろん手加えてない状態で、いわゆる肌色の部分がグレーじゃないですか。で、本来だったらここにだから線をいっぱいこう書き込んでいて、ちょっと漫画チックにするっていう感じなんだけど、いわゆる塗るっていう感じではない感じなんだけど、そこをちょっとこの肌の部分とかにホワイトっぽいトーンが明るめの色でハイライトっぽい色を入れたら、もうちょっとこう情報量がナチュラルに増えるんじゃないかなってちょっと目論んでおります。だからそこら辺も含めてどんな感じに変わるのかっていうのを、みんなと一緒に楽しくやっていければいいかなっていうところですね。はい、っていう感じですよ。ちゃんと伝わったかな変更する点はもしかしたらあるかもしれんけど、とりあえずやっていきますよ。もう桜終わったよね、多分。もう散ったよね、多分ね。まだちょっとだけ残ってるんじゃない？まだ残ってるかな。私さっき冒頭でさ、ここの肌の部分にハイライトをねのせてくって言ったんだけど、ここをねパキって筆でのせるってことは今回はねしません。なぜならね、ここだけパキパキ変えちゃうと、他のとこもやらないと統一感がなくなっちゃうかなと思ったんですよ。だからこの肌の部分に関しては気持ち明るい色をエアブラシでファーって全体に拭いてっていうのをまずやろうかなって思います。でまずその前に、簡易的ではあるんだけど、こういうこっちから見たらここついてなくてもいいところにも色がついちゃってるので、ここをちょっと剥がしたりしますね。こうやってゴシゴシ。あとはね、ここもだね。ここはちょっと見えにくいかもしれないんだけど、ここにちょっと汚れがついてるので、これも取りたい。ほんのりつけます。本当にね、ほんのりです。見てー。はい、今ね全体に拭きました。モノクロで陰影がちょっと強調された感じになったんじゃないかなって思います。で次はこの肌の部分ですね。肌の部分にハイライトをつけてグラデーション塗装をしていきます。プシュー。
多分カメラ越しだとあんまりわかんないかもしれないんですけど、ちょっと青みのあるグレーで統一していきます。ハイライトの中にも濃度をつけて、あと刀の部分もざっくりではあるんだけど、気持ちこう明暗もねつけていきます。結構ねアバウトな作業なんだけど、割とこうかなりメリハリが出るから印象はかなり変わると思う。はい、今翌日なんですけど、しっかりと乾燥もして陰影もねつけられたので、ここからね書き込んでいきます。じゃあまず上半身からやっていきますね。ここはもうちょっとやったんだけど、ちょっとね色をね重ねたことによってもともと入ってた線が曇ってるから、ここもしっかりとなぞっていきます。シュッシュッと一旦もともとのこの目を引いたりとかして、その後に線を追加するかどうかは考えようかな。こうやってなぞります。はい、こういう感じで。このフィギュア本当にかっこいいですよね。マジでかっこいいと思うわ。私これカラーもね持っててね、実はね飾ってるんですよ。だからさ、そのカラーのやつの隣にモノクロを置いたら、カラーとモノクロの対比がさめちゃくちゃいい感じになるじゃん。私は今ね線を引いていってるだけですけど、このフィギュアを作った方たちのがどういうね気持ちでここの造形は作ったんだろうなとか、この造形のねこのラインがテクスチャーがいい感じに仕上がったなとか、なんか思いながらやれたのかなとか、なんかほんと分かんないですけどね、分かんないんですけど、想像しながら塗っていくのはとてもやっぱり楽しいですよね。結構首下はね大胆に暗くしちゃいます。首の後ろもねよいしょ、あえてこうやってアウトラインを取って、でその中をこうやって斜線を引いていきます。ゴリ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 。もともとこの彫られてるものはきちんと筆で拾っていきたいと思います。こんな感じでほら拾います。ここも入ってるので拾います。っていうかちょっと誇張しますけど、あとこういう血管もね拾います。今思いましたけど、こういうね線で見せる漫画表現のねフィギュアを飾りたいなっていう人はさ、こういうもともと線が入ってる彫られてるフィギュアを選ぶとやりやすいんじゃないのかなと思った。結構ね上半身が進んできました。ほらこの手は結構骨がピュッと浮き出てる感じで、より骨張らせて強調させます。左手の手も線をゴツゴツと描きます。ちょんまげってなんでちょんまげって言うんだろう。ちょんってなんだろう。ちょこんのちょんじゃないよな。なんなんだろう。じゃーん、上半身がね一通り線が乗りましたので、よし次はねこちら行きたいと思います。ゾロ十郎のフィギュアをねこうやってリペイントするのは2回目ですね。前回はねカラーで 3D 二次元彩色をしたので、もし見てない方いましたら動画上がってるから見てください。多分今回とは全然違ったテイストです。なんか同じキャラクターでも塗り方が違ったりとかするとまたで違った鑑賞の仕方ができて楽しいんですよ。わりかしね結構進んできたんですけど、まだちょっと終わりません。でもちょっともう寝る時間なので、また明日続きやっていきたいと思います。足を塗ってます。海足じゃーん、右足じゃじゃじゃーん。この線をさ引くだけでさ本当に印象変わりますよね、マジでね。ラストスパートです。はい、完成しました。今回塗ったのは私の大好きなシリーズなんですけど、そちらの C 賞の白黒トーン彩色のゾロ十郎を
ちょっとパワーアップさせてみました。はい、一旦一周見せます。ぐるぐるっと。はい、この後ねフィギュアケースのところに飾りに行くので、よかったら最後まで見てみてください。はい、こういう感じです。後ろの方もね結構書き込んでます。はいはいはい。このね白黒トーン彩色っていうのはもともとその紙とインクを意識した塗装ということだったので、さらに私もそのインクを意識したっていうところで漫画っぽさがねこう出てると思います。アップしてみるとこういう感じで、はい、とってもねこれ素晴らしい造形のフィギュアで、めちゃくちゃかっこいいフィギュアだから、それを生かす形で線もねいっぱい引いてます。でこちらの方はせっかくなんでねゾロジュローって書いてみましたで桜のところはあえてピンクにすることによって白黒とカラーがねいい感じにこう差し色になる感じでピンクにしてます。ではフィギュアケースの中に飾ってカラーのねこのゾロジロとちょっと並べてみたいと思います。はい、今日はですねこの真ん中に置こうと思います。よいしょ。でででーん。どうでしょう、めっちゃ良くないですか？これね、ちなみにこっちにいるのがA 賞かなのゾロですね。でこれが今回塗った白黒のやつですと。これさ、白黒とカラーを並べるのは私めちゃくちゃいい飾り方だと思います。もしねこれ見ていいなと思った方はね、ぜひぜひお試しあれっていう感じです。はい。で私はこういう感じでフィギュアを買ったり、引いたりで、手を加えたりとかリペイントしたりとかしてます。このゾロがね良かったなって思ってくれた方はぜひチャンネル登録と高評価いただけたらとっても嬉しいです。じゃあ皆さんまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。ピューン。